男と生まれたからには誰でも一生のうち一度は夢見る地上最強の男。グラップラーとは地上最強の男を目指す格闘士のことである。皆さん、グラップラーチャンネルへようこそ。このチャンネルは数々の格闘士を紹介していくチャンネルです。今回は極真の明伯楽と呼ばれた伝説の空手家広重剛についてご紹介したいと思います。広重剛、福岡県出身の武術家、空手家、極真武道空手連盟極真剣武会創立者、初代会長、段位は9段。ここからは尊敬の意を込めて広重剛師範と呼ばせていただきますのでご了承ください。生い立ち。福岡県北九州市出身。1973年6月、25歳の時に極真会館総本部に入門。その後、若獅子寮に入寮し、内弟子となり3年間の厳しい内弟子修行を得て6期生で卒業します。試合でもその強さを発揮し、第10回全日本大会では世界大会2連覇の中村誠総帥とも戦い4位入賞を果たしています。実際の試合映像もありますのでこちらをご覧ください。髪の毛の短い方が藤原初段、長い方が広重剛二段であります。この藤原健二初段ですけれども、先ほどの3回戦では浜井選手を破っての出場でしたよね。そうですね。これを僅差の判定になったわけですが、なかなか安定した力を持っている選手、背番号ゼッケン51の藤原健二初段。左の蹴りは良かったですよ。はい。広重選手ね、29歳ベテランであります広重剛二段。一方藤原初段の方は24歳。両選手ともに4回目の試し刈りで4枚を割っております。死闘で4枚を割っております。場内が一瞬シーンとしました。まだ両選手ともにはっきりとした確定的な技は決めておりません。後ろからの回し蹴り中段、そして前蹴り、今度は右から、今度は広重。いい試合ですね。そうですね。見せました藤原。お互いに蹴られたら済むということで、この辺りが一番苦しいところ。さあ中段を突きました。中段の突き合い。さあこれはどうでしょう。膝蹴りを見せました広重。さあちょっと突きましたか。回し蹴り、広重の懸命な技。両選手とも疲れました。ここで時間が切れました。延長、はい、3分と申し上げましたが延長は2分です。赤い旗が3本、そして主審の赤であります。延長の結果広重剛二段が藤原健二初段を破りました。大山増達総裁存命中は極真会館東京城南支部長を任されました。城南川崎支部長時代には僕が紹介しているレジェンドの方々、酒井貞夫師範、緑健二代表、山木健二師範、和美はじめ師範、塚本典親師範、岩崎達也師範など数々の世界王者や日本王者を育て明伯楽と呼ばれました。1994年4月、極真空手創始者大山増達総裁の死後、松井翔慶館長が館長となった極真会館の関東本部長を務めていましたが、2002年12月、極真会館最高顧問首席師範であった
堂山初夫会長と共に松井体制の在り方に異を唱え離脱。翌年の2003年1月、堂山初夫会長が起こした財団法人極真小学会極真空手道連盟極真館に合流し、副館長を務めました。極真館に代わってからも4人の全日本王者を育て上げ、その名伯楽ぶりを発揮しています。またその温厚な人柄を慕う空手家も多いそうです。2017年2月、副館長職を辞任。極真館を自主大会し、新たに一般社団法人極真武道空手連盟極真剣舞会を設立しました。数々のレジェンドたちを育て上げた実際の指導映像もありますので、こちらをご覧ください。東京は大田区蒲田にある極真会館城南支部蒲田道場。連日行われる激しい特訓を熱く見守る男がいた。広重剛師範である。来るなのパンチだと今来るなっていうそういうパンチは出すな。広重師範は1973年25歳で極真会館に入門。28歳で大会初出場という遅いデビューではあったが、第9回全日本大会で7位、第10回で4位、第11回で5位という実績を残した。後城南支部長に就任し、自らの実践の経験を生かして後進の指導に心血を注いできた。その結果、世界チャンピオンをはじめ全日本チャンピオンなど数多くの名選手を育て上げた。まず足を開いて動く。1っていうこういう状況ですね。はい、下がっていいよ。でこれなんでいけないかというと、要するに組手で指先をふわっと掴むっていうのはこれは一番大事なことなんですよね。武道に受ける時に剣道でかかとで息をしなさいとかいう難しいことも、要するに自分の指先をふわっと生かせということでしょう。で武道的に言うとかかとで息をしろってなんか難しくなりますけど、現実的にはその本当指先をふわっと生かしたそのかかとで息をするという状況が相手と向かい合ってる状況です。この状況でも組手でパッと向かい合った時にこのかかとがつま先でふわっと掴んでる状況が生きてるか生きてないのか。ところが実際に組手でパッと向かい合ったらもうこんなのどっかに飛んでいく人が多いわけでしょ。そういうとこを最初の移動稽古のこの部分から稽古をして繰り返し稽古していかないとできてこないんですよね、基本的なことから。着地ストップする瞬間にかかとが内側に45度入ります。これがつま先がこう動いてよくズルズルっとくる人がいる。そうすると決められた肩幅で肩幅2倍というスタンスが平気で崩れてしまう。こういうことにならないようにね。では上半身の無駄な動作をやっています。まず手がブラブラするで1、2、次手に無駄なリズムを作るで1、2、次は肩を振りながら出るで1、2、必ず体というのは力入りますから、その力を自分の呼吸によってねコントロールしていく。力を抜いた状態の方がいい突きいい蹴りが出ていくわけです。ですからお腹をへこめて息を吸う瞬間にスーッと上半身の力を脱力していきます。脱力するわけですから、これがピクリとも動かない状態を作らなくちゃいけない。ところがこれが動くために手がブランブランこういうふうに動いていく。こういう突きよく見受けます。また手がリズムを取っていく、あるいは肩を振っていく。こ
これ全てこういう上半身の脱力が起きてないために起きる状況です。こういう呼吸によって自分の上半身の脱力というのをきちんと要求された稽古の時は、これはピクリともピクリとも剣は動きません。足が止まる瞬間に同時に体の呼吸の爆発と剣の爆発が一緒にならなくてはいけない。次は正しい礼を行います。1、2、動作と自分の動作と呼吸というのをきちんと合わせていかなければ、また移動稽古の目的が達せられないわけです。それで必ず自分が動くときに吸う吐くという呼吸を同時に行います。移動稽古で前に出るときに呼吸を吸いた瞬間に呼吸を吐く。現実的にはお腹をへこめて息を吸ってお腹を瞬間的に膨らまして息を吐きます。簡単な稽古方法としては、その立ったまままっすぐ呼吸を落とさなくてはいけない。自分の筋的の方向に胸に吸った息を瞬間的な脱力でふっと落としていく。こういう瞬間的にお腹をふっと膨らますことによって呼吸が鼻からふっと漏れてくるようなふっとした呼吸を必ずやることで丹田を鍛えていきます。はい、正面。はい、お互い。最初に、突きに対する受け方で、受け技の一つで押し受けという受け技があります。単純に相手が攻撃してくる手を押して受けるという技です。はい、構えて。はい、まず稽古方法としては、攻撃する人間が相手の顔面に寸止めの位置を決めるためにまず入っていきます。1、はい、はい、構えて。はい、こういうふうに位置が決まりましたら、次に寸止めでこちら攻撃する手に対して裏の小手ですね、この小手で相手の突きに対して押していきます。はい、はい、今は失敗例ですね、手のひらに当たりました。この裏の小手で押します。はい、構えて、はい、こういう状況になります。一回止めてみてください。はい、こう止めた状況。こういうふうに見てください。必ず手のひらの下の方、この小手の部分、裏の小手の部分がスライドして押している。よく、小指側のこの下の小手が当たっていることあります。ちょっとした手の違いですけど、技の違いになっていきます。これを間違えないでください。はい、構えてください。こういう稽古をきちんとできるようになったら、次はですね、小手を作ります。小手で、稽古ですから前から上に飛び込んで実際に当ててみます。はい、当たり位置まで踏み込んでください。実際に当てる。はい、踏み込んで、はい、1。この距離、この間合い、実際に当たる間合いというのを体で覚えます。はい、それと、当たる間合いを決めましたら同じように、はい、いきます。はい、1、はい、はい、構えて、はい、はい、構えて、3、はい、はい、構えて、現実に当たるという距離、間合いというのを覚えていきます。で、この押すときに、実際はいいですか、はい、入ってください。はい、1。押すわけですけど、これを払う人がいる。払えばこういうふうに顔面が開いてしまいます。彼がワンツーの攻撃できた場合はもらいやすくなるわけです。ですから必ずこの手に対してクロスカウンターでも合わせるようなつもりで押してみてください。方向的には彼の顔半分から相手の反対の肩の方を狙っていきます。そうすれば手がまっすぐ入ってきた手がですね、ここで接触すれていくことによって突きが円運動を起こしていくわけです。必ず自分の顔から外れていきますから、手で払うという必要はありません。押せば必ず相手の手は円運動を起こして外れていきます。はい、そこをきちんと理解した上で今度は正拳を握ります。正拳を握ってこの顔から下に思い切り打ち込んでみましょう。打ち込んだとしても受け方はまるっきり一緒です。はい、構えて、はい、1、はい、構えて、はい、構えて。これ同じように左やりました。同じように右もできます。はい、じゃあ右行ってみましょう。はい、1、はい、はい、構えて、同じようにワンツーという動作で相手が攻撃していたとしても同じように押せばいいわけです。ただこれは押すときにワンツーではなくてですね、両手ほとんど同時に手が締まるような感覚ということを理解してください。1、はい、構えて、はい、はい、はい、今の感覚です。手を構えます。そうしますとこの手の三角形の中に入ってくる突き、つまりこの手の三角形の中に入ってくる突き、これをどう受けるか。
じゃあこれを構えているとですね、これはもう昆虫の触覚と同じ働きするわけです。この手の中に来るのか、この手の外に来るのかによってもう瞬間的に受けを判断するわけです。その中のまず相手の突きに対して押すという、相手がついてくる突きに対して押すという受け方、これを今みたいに直線の運動が接触していけば必ずこっちの手は円運動を起こしていきます。ですから受けすぎるっていう必要はありません。手をスライジュッと押していけば必ずついてくるやつは円運動を起こしていきます。必ず自分から外れていきます。この理論が分かっているならば相手の手を受けすぎるっていう必要はないわけです。手でよくガッと払ってしまう人いますけど、そういう必要はありませんから、自分の攻撃されている反面だけを締めればいいわけですね。そうすると次にはですね、押してくるやつを今度は相手にこの三角形の手の中に入ってくるやつをそのまま引くこともできます。自分の方にスッと流してしまう、スッと流してしまう。そうすれば相手は方向がスッと下の方に引っ張られて流れていって攻撃力を失います。でなぜこういう受けがあるかというと、こういうふうに体が縮むということは次反撃することが楽にできるわけですね。つまり攻撃していったらすぐ反撃に移れる。つまり縮んだら伸びるという動作、この一連の動作のために相手の攻撃を引くこともできます。あとは相手の突きを方向を変えて相手を崩す、相手の突き来た、そして払って相手の方向を変えて相手を崩すという動作、これ瞬間的にこういうふうに押す、引く、払うという3つの動作をこの三角形の中に入ってくる手に対して基本的に行うことができます。はい、構えて、はい、じゃあ引き受けという受け技に入っていきます。寸止めをする、小手を当てる、そういうことは全て、きちんと同じ要領でやります。次には同じように顔から下に打っていきます。向かい合った手で受けるというのも同時ですが、裏の小手に接触した瞬間に手が回転しながら手の甲がきちんと小指側が下を向く要領で持ってきます。回転しすぎて手のひらが自分の方を向いてしまうと逆にこちらの方に動きに悪い動作、つまりもう動きにくい動作が起きますから、これは必ず小指側が下を向いた状況でスーッと引いてみてください。はい、構えてください。はい、1、はい、構えて、2、はい、構えて、はい、うまいですね。これ今腰がスッと落ちました。はい、ついてください。腰が落ちた。でこの腰の落ちた状態でいく、これが大事な要点です。懐が深いと言われる時は、はい、戻って、こういうふうに腰がスッと落ちた状態、これを作れた時は相手は当てたつもりで当たらない。これ蹴りも一緒なんですよ。はい、前蹴りでそのままで腰を落としてみましょう。はい、1、スッ、はい、構えて、これ腰を落とさなければ、はい、蹴って当たります。はい、構えて腰を落とします。周りは一緒ですね。当たりません。この状況ですね、懐が深い、この腰を落とせるか落とせないか、これが一番これから組手をやっていく上において、いろんな状況の中で自分が組手がうまくなる腰の使い方の一つですから、できるだけ身につけてください。はい、同じ要領で逆突きも入りましょう。はい、逆突き入ります。はい、1、はい、構えて腰を落として楽に2、そうです。こういう受け方を引き受けと呼んでいます。はい、構えて、続きまして、払い受け、実際にまた同じパターンです。寸止めで、稽古をする、それで、小手で稽古をする、それで今度は現実に顔から下に当てる、この段階はきちんと踏みます。向かい合った手で受けるというのも一緒です。はい、こちらの人がじゃあ当たる位置までちょっと踏み込んでみてください。当たる位置まで踏み込む、そういう位置ですね。はい、構えて、はい、じゃあいきますよ。はい、向かい合った手で、はい、まず突きを出して、これ一緒ですよ。手が接触する、そしたら外側に払います。誘導していく、ね、こういう状況をきちんとやりますが、ここで重要なのは受ける人が肘を上げないということ。よくあるんですよ。受ける人が肘を上げて受けて払ってしまう、こういう状況にはならないでください。構えたままですね。そのまま払います。はい、構えて、はい、いきます。はい、1、そうです。はい、構えて、2、はい、構えて、実際に技を使う。この技の要点は相手の突きを払うことによって相手のバランスを崩す。バランス崩せば残った手が現実ならば受ける瞬間に反撃に入るという状況になります。
じゃあ寸止めで反撃してください。はい、こういう状況になります。はい、今本当はこれ彼は打ってしまいましたけど、これは引く手投手がパンっていう状況で技をかけた時にいいわけですね。これを1、2にならないようにね。はい、構えてね。はい、行きましょう。はい、これに近い形です。ですから皆さんね、今注意した、もしこれ技としてやるときに、教えるときに1、2にならないように注意してみてください。実際技としては1という状況です。受けというのはですね、決まりきった形には一応教えているわけです。それは学びやすいからそうしているんであって、現実に受けというものはこれが何受けだ、カニ受けだという形で区切れない部分が随分あります。現実にですね、相手の突きに対して向かい合った手で受ける。それを向かい合った手で受けたとしても、それが押し受けであり、引き受けであり、払い受け。手の甲が変わればそれはまた違った。当てる裏の小手、表の小手、上の小手、下の小手。その受ける場所が違っただけでも必ず技は違ってくるんです。必ず技が違ってきます。これが裏の小手があったら払いますけど、表の小手が当たればまたこれは違った技になっていくわけです。受けというのはこの手の動く範囲の中、この手の動く範囲の中に入ってきたものをいかにその手が瞬間的に相手の来る圧力、相手のパワー、大きさ、速さ、瞬間的にこの自分の手が判断して、それを押すのか引くのか払うのかというのを瞬間的に体が反応するだけなんです。実際に稽古する中において、この手の回る円の動きの中、その中に入ってきた手を瞬間的に自分がどう判断して払っていくか押していくか、うまくなっていく、語弊がありますけどね、うまくなっていくというのはちょっとあれですけど、修行していく中において、最初に手がこの中にあるんだよと言われてもそれは分からないでしょうから、まず押し受けだと、引き受けだと、払い受けだと、そういうふうに分けて教えていますが、現実的には自分が円の中に丸く動いたその中に全ての受けが含まれてきていると。いかがでしたか？広重剛、伝説の空手家です。数々の伝説的な強さを誇る偉大な空手家たちを輩出しているその指導力は本物です。生前少しだけ僕のことを気にかけていただいたことがあったみたいで、とても驚きました。本当にお会いしてみたかったです。それではこの動画を面白いと思ってくれた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こんなグラップラーを紹介してほしいなどリクエストコメント等もよろしくお願いします。僕がデザインしているオリジナルグッズも販売していますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts.